こんにちは、ミルです。この間、レッスンをしているときに、先生、日本人は謙遜しすぎだと思います。もっと自信を持っていいと思いますって言われました。皆さんはどう思いますか？今日は、自信があってもなくても、日本では謙遜するのが形式というかルールなんですよ、というお話をします。そして、褒められたりしたらどう返せば安全なのかっていうお話をします。これもね、いつもの通り私の勝手な考えです。私の勝手なね、人生戦略の一つです。はい。まず誤解のないように言っておくと、謙遜をする、自分を控えめに表現するというのは日本人だけではないですよね。謙遜自体は誰だって多少はね、やっていると思います。ですが、日本ではね、それが形式とかちょっとしたルールになっていると思うというお話です。例えば、会社の人に自分の仕事をね、褒められたりすることありますよね。そういう時にね、ありがとうございます。私頑張りました。こうやって言うのもね、褒めてくれた人との関係性によっては全然いいんですが、ありがとうございますとか恐縮ですと言って、さらにね、本当にみんなのおかげですって言うと、とても自然で、誰がその会話を聞いていてもとても安心できる表現だと思います。自分の努力は認めつつ、そしてね、褒めてくれたことに対して感謝をしつつ、周囲への感謝も添える。これがね、すごく大切だと思います。それから、誰かに贈り物をするときもそうですね。よく言いますよね。つまらないものなんですが、とか、ほんの気持ちなんだけど、とか、大したものじゃないんだけどね、とかね。こうやって言うのが日本では定番だと思うんですね。これはつまらない、大したものではないとね、本人が思っているかどうかは関係なく、礼儀としてのね、表現だと思います。決まり言葉みたいな感じですよね。なので、受け取る方も、そんなつまらないものならいらないんだけど、とも思わないし、なんでそんなこと言うのとか、そんなことないって本当は思ってるくせに、とかね、そんな風には思っていないと思います。本当にね、挨拶のような決まった言葉だと思います。あとはね、昔なんですが、A さんと B さんが話していました。でね、その B さんっていうのは子供を連れていたんですね。すごく小さい子供。で、そのね、A さんがね、B さんの子供ほんとに可愛いねって言ったんですよ。そしたら、B さんがね、でしょ、可愛いでしょって言ったんですね。そしたら A さんが、自分で言うのって笑ったんですよ。これどう思いますか？やっぱりね、こういう時も謙遜が大事のようですね。まずね、B さんが言ってしまった、可愛いでしょこのね、でしょこれは、相手に確認や同意を求める表現で、さらにね、自分の意見に自信がある時にも使うんですね。私の子供可愛いでしょ当然だよ、私の子供だもん。ちょっとね、言い過ぎかもしれませんが、こんな感じですね。皆さん、私のポッドキャスト勉強になるでしょ？楽しいでしょ？毎日聞きたいでしょ？はい、皆さん、はいって言いましょう。こんな感じです。はい。で、ここでね、可愛いでしょじゃなくて、ねえ、子供ってほんとにみんな可愛いよね。こうやって言っていたら、自分で言うのなんて言われないと思います。子供ってほんとに可愛いよね。これはね、子供って一般的に可愛いよねという意味にもなるんですよ。このね、よねというのは、相手が知っていると思うことを確認するときにも使えるんですね。便利ですね。なので、この場合だったら、自分の子供限定ではなくて、子供はみんな誰でもね、可愛いよねという感じです。なので、自慢にならなくて平和な会話ができるんですね。はい。どうでしょうか？ちょっと面倒でしょうか？ポイントは自分だけではなくて、相手とかね、もう周囲を巻き込んでしまうことですね。はい。で、なぜね、日本ではこういうのが大切なのかと考えてみると、やっぱりね、集団主義の文化だからですよね。農業社会がとても長く、村とか地域の協力が生存に直結していました。はい。
みんなとね、協力しないと生きていけなかったんですよね。なので、個人よりも集団全体の利益とかね、関係性を優先することが自然に根付いていったんだと思います。自慢したりね、自分を強調したりすると、相手が不快感を覚えるかもしれないですよね。何あの人自慢してるとかね。そうすると関係性が悪くなって、生きていけなくなる。前にね、何のポッドキャストか忘れちゃったんですけど、村八部という言葉をね、紹介しました。本当にね、生きていけなくなっちゃうんですよね。なので、謙遜というのは、このね、生きていくための行動だったのかな、なんてちょっと思いました。まあね、調和を守るための行動かなと思います。で、空気を読む、察するというのもそうですよね。今でもね、空気を読む、察するというのはみんな普通にやっていると思うんですが、これも直接的なね、自己主張よりも場の調和を重視するためのものですよね。はい。なので、謙遜をしているから自信がない。自信がないから謙遜をしているというわけではなくて、自信があってもなくても謙遜をする。これがね、多くの日本人だと思います。謙遜しすぎ、ちょっとやりすぎじゃないって思われるかもしれないですが、それは形式、ルールなんじゃないかなと思います。というお話でした。じゃあ、バイバイ。